まあ実際にはもうスプリントなんで、もうフルプッシュで行くしかない。あとレイアウト的にもすごいタイヤにもダメージあるし、そういう車にも負荷がすごいかかるコースなので、そこが車の強さっていう意味では安定してきたかなと。完走というところは目指していきます。その上でマシンのポテンシャルもチームとしても仕上がってきているので、上は目指していきたいなと思っています。4時間の、耐久レース、僕たちの主戦場にまた戻ってきたかなっていう感じです。本当にこの、木曜日から菅生はこんな天気降ったり止んだりっていうのがずっと続いてるんで、もう正直天候は読めない。ただこの、ウェットコンディション、ダンプコンディションっていうのは3人が3人ともいいラップタイムで走れてるんで、そこは慌てずに対処していければ、必ずいいところには行けるんじゃないかなと思ってます。であとはウェイトもここでマックスウェイトついに乗ったので、これがどう作用してくるか、いざ走ってみないとわからない部分はあるので、そういう意味でもすごい楽しみですね。はい、ちょっともう毎年菅生はこういう天候ばっかりですけど、ちょっと一肌脱ぎます。そこが、車の、強さっていう意味では、安定してきたかな、そこが収穫だと思います。もう去年と比べて、明らかにドライバビリティというか乗りやすさっていう部分はもうすごく上がってる。で乗りやすさを上げた状態で車の本当に潜在的なスピードっていう部分はもう本当に昨年と同じか、それ以上に上がっているので、そういう意味ではもう本当に大幅な去年から比べたポテンシャル、車のポテンシャルとしては大幅にアップしているかなと思ってます。まず僕が最後菅生を乗ったのは2年前の開幕戦の菅生なんですね。で本当にもう作りたてのスプーンの車に乗ってやったんですけど、その時と比べるともうすごい車はレーシーに動いて、すごくフロントも入るしリアもついてくるし、でロールしすぎることなく、市販車というよりかは結構レーシングカー寄りになっていて、すごいブレーキも奥までいけるし、車速もすごい上げてくるし、すごい市販車ではあるんですけど乗ってて、本当にレースカーを操ってるようなすごい楽しく運転できてますね。ちょっと早すぎて空気を乱すのやめてほしいです。ちょっと足並みを揃えてもらって俺の心を穏やかにしてほしいんですけど、ちょっと今ドキドキな感じになっちゃったぐらいのタイム出てましたね。はい。もう僕の好きな路面だったんで、かなりタイムも良かったですし、で車もねやっぱりすごくこんな雨でスリックタイヤでも本当に地面にちゃんと押さえつけれてるぐらい車の仕上がりもすごくいいので、本当にもちろんチームでいろいろ作り上げてきたことがしっかりとやっぱ今年は形になってるなっていうのを改めて実感した予選になったかなと思っています。
実際ドライを走ってる時間がえらい短くて、ちょっと今雨止んできたので、このドライになったらこの車がどういう動きするのか、この子と会話できるのかがちょっとだけ心配は心配ですね。はい。僕はすごいハーフウェットっていうのが路面が一番好きなので、あここ乗りたかったなみたいな気持ちはあったんですけど、それは決勝までお預けということで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってきます。はい、スゴー大会がやってきました。シーズンもね、もう折り返しということで、今回ちょっとねどんよりした、天気の中ですけども、予選はなんと2位ということで、小松さんが担当されて2位でした。どうでしたよ。いや1位取りたかったんですけど、そんな甘くなかったんで、すいません、2位でした。申し訳ございません。はい、もうちょっといけたかなとは思うんで、小出選手はポールだった。トップ。はい、Q1 はねトップ。言わないそれ。そうそう俺の実力がバレちゃう。これから頑張って。でも決勝にね力貯めてるということで、はい。で三井選手、ちょっと何スピード目いくかわかんないですけど、決勝はちょっとぜひ、予選走れなかったですもんね。もう指くわえて見てました。はい、もうめちゃくちゃね、もう走りまくりたいという気持ちが伝わってくるんで、はい、もうこの3人で、しっかりと優勝して、もうチャンピオンに王手かけたいと思います。はい、頑張ります。この週スタートです。この週スタートです。フロントタイヤがきついわ。今ですね、トップ3が32秒9、4番手が34秒6、5番手34秒7。おそらくみんなタイヤきついと思います。無理せず、タイヤも温存しながら行きましょう。
燃費はそうは気にしてないんです。だからポイントはタイヤですね。完全ドライになった時のタイヤのライフっていうのがこのレースウィーク全く試せてないので、じゃあそこで4輪交換なのか2輪交換なのか、もしくはタイヤ交換なしなのかっていうのはドライバーと密にコンタクトを取りながら、なおかつピットワークの時に確認して交換するのか交換しないのか、そこで判断が必要かなと思っています。作戦によって僕が行く方がメリットある時と小松さんが行った方がメリットあるなっていうのがあるんで、だから開始もう10分ぐらいから2人ずっとこの状態で待ってます。そろそろ暑くなってきます。そうですね、いつでも行けっていうのはまあまあ疲れる、待ってるだけで疲れる感じです。だったら決まってきっちりのが気持ち的に楽です。はい、ピットインお願いします。了解。ある程度の走りはできたのかなっていうところで、ちゃんと2番手から、トップにポジションアップもできましたし、車のバランスもすごくワンスティート通してすごく安定してタイムを刻めてたんで、他のチームよりもそういう部分ではすごく有利に立っていたかなと思うんで、本当にこの調子でみんな走っていけば全然問題なく、いけると思うんで。でもただ気を抜かずにちゃんとこういたわるところはいたわって、攻めるときは攻めて、ちゃんと優勝に向かってしっかりと足を踏み出したいかなと思ってます。HRDC がピットに入ります。GR ヤリス M コンセプト1台ということにはなりました。了解。ルーティン。ルーティン。エンドレス4輪交換しててです。こちらも4輪交換かな。そうね、そうなると、ギャップあるんで、うちも4輪交換で行った方がいい。あんまり貯金がないんで、ちょっとプッシュしていきます。じゃあ小松さん、落ち着いていきましょう。60分落ち着いていきましょう。原さん、このタイムじゃ遅いってこと？いや、今のところ大丈夫でしょ。大丈夫ですよ。接戦ではありますけどね。KTM が33秒8、ギャップ5秒4です。いいですよ。いいタイムですよ。そうですね、ミスなくこなせたかなとは思うんですけど、やっぱり周りもペースはそこそこ良かったんですけど、ちょっとだけ差を開けたかなと思います。で、変わらずトップでバトン、小松さんに渡すことができたので、このまま小松さんちょっとに託すしかないなという感じですね。
まあ、ギャップとして、まあ、余裕があるっていうわけではないんで、まあ、気を抜かずにちょっと、まあ、ピットのタイミングとかも最適なところを伺っていきながら、まあ、ちょっとしっかりとできることをやらないとなっていう感じですね。 KTM ピットインします。ここは30分です。はい、了解。いつも通りですよ。やることはいつも通り。ピットロードスピード気をつけて、必ずギアを入れてください。KTM の前出たよ。あと20分。了解了解。きつかったっす。やっぱエンドレスのどうな分かんないですけど、速くてそれを抑えるの必死だったんですね。でその時にやっぱタイム落としちゃったりタイヤ使っちゃったりしちゃったんで、それが結局後に響いて、タイヤがなくてきつかったっす。今その白黒の姿がはい、お疲れさん。まあ惜しかったけどしょうがない。 OK です。残念です。俊ちゃんをもってしてもダメだったっていうのは、もうちょいなんかセットの方向性がいいとこあったのかなっていう、まあ、やれることみんなやったと思いますし、まあでも振り返るとね、要所要所ロスミスがあったとは思うんで、それはドライバーにしても、メカニック、チームワークにしても、いやーもう本当にもう悔しいの一言しかないですよ。もう最後で抜かれるのはね、本当にちょっとやられましたね。まあ悔しいのは悔しいですけどね、うちよりエンドレスの方が早かったっていうところですね。最後は、力負けというか、あと一歩届かなかった、ただもう全部出し切ったので、悔いはないです。ただ悔しさというのはあるんですが、次に向けてもう一回練り直していきたいと思います。